こんにちは、タッパーの子です。第1回、第2回とスプーンの話をしてます。今日ももう少しスプーンの使い方の話をしたいと思います。前回、例えば、これ大きな口の絵。絵が大きいので、ちょっとスプーン大きいの使いますが、食べ物はね、この下の真ん中に置いて、で、口を閉じてもらって、スプーンを抜くと、口の真ん中あたりに食べ物が乗って飲み込みやすい。けれど、飲み物の場合は、食べ物より流れが速いので、この前のあたりに、こう、ね、口腔底と言いますが、歯と舌の間あたりに入れて、で、北寄ってばかりに少し下にスプーン触れて、抜いてきてもらうと食べやすいです。飲み込みやすいし、むせも少ないですよっていう話をしました。じゃあ今日はもう一つ。例えばここら、口の中にね、食べ物が残ったまんま、なかなかもぐもぐ、ごっくんしない方があります。ね。嚥下障害が強い方なんですけど、そういう方の場合は、この舌を少しスプーンでキュッキュッと軽く押してあげると、咀嚼が起こることがあります。あんまり奥を押さえるとゲッといってしまうのでね、奥ではなくって、結構手前の方、ここらスプーン差し込んでチュッチュッって押してあげるといい場合があります。例えば、こういう解除のスプーンですね。口に入れて、キュッキュッと軽く2、3回押してあげます。で、それでも嚥下が来ない場合は、例えば押した後、上唇に少しスプーンをギュッて当てる感じで抜いてくると、食べ物が来たことがよく分かって、次にもぐ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 って咀嚼が来て、その後、コクンっていう嚥下が来ます。皆さん、この嚥下ってしっかり見たことありますか？今、私、唾を飲み込みましたけど、ここの首のね、ここの後頭が飲み込むときにピコンって上がるんです。それは男の人だと結構見やすいんですけど、女性の場合、特に私みたいにちょっと太ってくると、この嚥下が見にくいかなと思うんですけど、どっかここらがキュッとへっこんだり動くんですね。で、その人の嚥下がこれで見れるっていうのが分かったら、一口ごとにその嚥下を見る。で、嚥下をしてから口に入れるっていうことが大切です。口の中になくなっても、まだ喉の方に溜めてることがあって、そこでもう一回口に入れちゃうと、量が多くなりすぎて飲みにくくなりますのでね、この嚥下を必ず見るっていうことが必要です。ね。ベロをキュッキュッって押す。ですね。こんな感じですね。たら、もぐ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 っときて、こくんっていう嚥下が来ることが多いです。ただ、人によって、やっぱり食べるのが嫌な場合、ね、で、口の中に溜め込んでる人もあります。そんな方は、そんな美味しようが何しようが、食べてくれないですね。その嫌で食べないのかどうかっていう鑑別も必要かと思いますし、当然目が覚めてない時に解除しても、それは食べれないですね。一番最初に見ないといけないのが、その食べれる状況なのかどうか、患者様が、ちゃんと目が覚めてるかどうか、あと具合がいいかどうか、例えば熱があって息がはあはあ言ってたりすると、飲み込みっていうのは息がはあはあしてくると、飲み込む時にくっと息を止めてゴクンとするっていうのが、ね、時間が長く止めてられないので、誤嚥するリスクが高くなります。なので、熱があるとか、息がちょっと早いとかっていう状況を、少し抑えられるように、いつもの状況にちょっとでも近づけてから食事介助をすることが必要ですし、当然口の中がしっとりしてるかどうか、汚れてないかどうかっていうことも必要です。ね、食べさせていて、この人が拒否でないかどうか、ね、食べたくないのでないか、なんか吐き気がするだとかね、なんかお腹が張ってるだとか、例えばよくあるのが便秘してるから食べたくない、下痢してるから食べたくないっていう人も多いです。そういうふうな拒否の場合はいくらベロをしたって
食べれません。そういう送り込み、ベロから奥へ送り込む障害があって送り込むような人の場合は、この方法がいいかと思います。今日はこれまで。ありがとうございました。